どうも、陰性水草大好きカプラです。皆さん、この60センチ陰性水草水槽を覚えてくれてますでしょうか？ついにこちらの水槽、作ってから1年間経過しようとしています。めちゃくちゃいい感じだと思いませんか？この水槽は1年間水替えをしないで放置して管理し続けることができました。立ち上げた時と比べて歴然の差です。パッと見陰性水草も増えていますし、ライトスタンドに巻きつけてある山崎カズラもいい感じに茂っています。今日はこの1年間の維持を祝ってロマネコンティを開けたいと思います。かなり水草が茂っているので少しトリミングをしていきます。ブセファランドラとかアヌビアスナノを採取できそうですね。苔掃除すらまともにやってないので本当に綺麗に維持できたと思います。今日はこの60センチ陰性水草水槽の立ち上げから1年間をざっくりと振り返っていきます。陰性水草って成長が遅いって言われてますが、一体1年間でどれだけ成長したのか、どんな管理をしてきたのかをお伝えできたらいいなと思います。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは水槽の立ち上げから振り返っていきます。立ち上げは去年の3月なんですよね。そうするとこの動画が上がる頃にはもう丸1年が経過しようとしているところになるわけです。もともと陰性水草水槽はあまりいい思い出がなく、気づいたらアヌビアスナナが溶けてたり、ブセファランドラが黒ひげ苔だらけになっていました。その時の反省を生かして使う低床剤や生態の量、餌の種類、水の循環、光の強さを考え直すことで苔が生えないきれいな水槽を維持することができました。現在では陰性水草を足し水だけで長期維持しています。それはまるで観葉植物に水をあげるだけのように、水生植物に水をあげるだけで成長が見える水槽を作ることができました。日々部屋のインテリアの一部として眺めているだけで楽しめます。早速立ち上げの様子を振り返っていきます。水槽は ADA60 センチキューブガーデンです。横幅60センチ、高さ36センチ、奥行き30センチの普通の60センチ水槽サイズです。水槽台は ADA のメタルキャビネットです。かなりお高いやつなんですが、近所のアクアリストの方に格安で譲ってもらいました。次に土ですが、この土の選択は正解でしたね。今回の長期維持の立役者だと思っています。私は低床を3段で構成しました。溶岩砂利 M サイズを一番下に敷いています。溶岩砂利 M サイズというのはチャームで買える溶岩石の小さいやつです。大きさが4から7ミリの砂利です。その上に2センチくらいリベラソイルという栄養のあるソイルを敷いています。ソイルは水草をガンガン育てる栄養系ソイルと水の汚れを集めて処理する吸着系ソイルに分かれてるんですけど、このソイルはちょうど中間の性質があるようです。お店で売ってる水草一番とかアマゾニアとか、それよりも早めに水槽の水がきれいになります。栄養をガンガン消費するような水草ではあまり何年も長期維持できないらしいんですが、今回使う植物はあまり栄養を消費しないでゆっくり育つ草たちなので、何年も使える低床材だと思います。一番上に敷いているのはサプリソイルのスーパーパウダーです。これは吸着系ソイルなんですけど、少し水草を育てる栄養も入っていて、今回みたいにゆっくりとした成長で水草を育てる環境にはバッチリハマります。さらにサプリソイルには水草が早く栄養を吸収できるようになるブースト剤である
フルボ酸というのが多く含まれているので、水槽が早めに安定します。全体的には水をきれいにするソイルを入れつつ、陰性水草のために栄養素も少し入れているといった感じです。合計で厚さ4センチくらいですね。1年経過するとこんな感じになりました。ソイルの粒は潰れずにいます。溶岩砂利の間に小さなヘドロが詰まってますね。それでも全てが詰まっているわけではなくて、ところどころ隙間があるのがわかると思います。そんな中をアヌビアスたちが根を伸ばしていることがわかりますね。枯葉はソイルの一番上の層に降り積もってエビちゃんたちの餌になってくれてます。全体のレイアウトは流木で作ってます。石は水質を変化させるものは使いません。ちょっと白っぽい色の石とか使うと高度が上がってしまいます。露材に軟水化するものを入れたりするのが面倒になります。なので私は風山石や溶岩石を使いました。流木や石にはアヌビアスやブセファランドラをモビロンバンドで巻きつけています。アヌビアスとブセファランドラは茎をソイルに埋めてしまうと調子が悪くなるようなので、根っこがソイルに触れる程度に配置しました。1年経ってモビロンバンドは切れてます。根っこは栄養を求めて下へ下へと伸びているのがわかると思います。この根っこがソイルに届くと一気に成長してくれるんですよね。元から地面に置いてあるブセファランドラやアヌビアスナナプチは立派に育ってくれてます。レイアウトの配置としては水の流れが水槽全体に行き届くようにしています。フィルターはコトブキのサイレントボックス SV900X です。90から120センチ水槽用のフィルターです。水槽設置時の流量は1時間に900リットルあります。無負荷だと1560リットル流れるそうです。とはいえ、中にはキャビティプロとアクアプレフィルターを入れていて、1年間掃除をしていませんが、この程度の流量を維持できてます。このように60センチ水槽に90センチ用のフィルターを使っても、決して洗濯機状態にはならないです。露材を詰め込むことで、実際は流量が落ちるのでちょうど良くなります。水槽の左後ろには補助ポンプを入れてます。こちらの静音ミニポンプは流量が1時間に600リットルあって、水槽の裏側にも水がしっかりと流れるようになってます。後ろから回ってきた水は流木の隙間やヤマサキカズラの植わっている右奥を回って手前に帰ってきます。水の流れが滞りそうな場所にはエアポンプを使ってエアレーションをしています。エアレーションは水面を揺らすためにするので、細かい泡が出るようなエアポンプストーンは使わず、アクリルのパイプを使って大きな泡を出しています。このエアポンプは24時間動かしています。CO2 は2秒1滴くらいの量を7時間くらい添加してます。ただ2秒1滴というのも適当です。実際はこのディフューザーから出てる粒の大きさと量を見てくれたらいいかなと思います。だいたいこんなもんです。これをライトが点灯する1時間前から点火して、ライトを消灯する1時間前に点火を止めています。この水槽には有形層が植わっていないので、光の強さは弱めに設定しています。光が弱いので CO2 の点火量は少なめにしています。使っているライトは60センチ水槽に対してかなり小さな30センチ水槽用のライトを使っています。種類はアクアフレア UVA-M300SE ですね。このモデルはウィークアクア製の RGB と UVA の4色を搭載しているライトで、超光とタイマー機能がついてます。1500ルーメン 25W のライトです。それを使用電力 24% で9時間点灯しています。ライトを吊り下げる高さを水面から20センチにしていて、実際に光量測定をすると PBFD が水面で20程度、水深10センチで10程度に調整しています。部屋の明かりをつけるとこれらの数値が3ぐらい上がります。他の有形層の水槽に比べると明るさの設定は3分の1くらいっていうところです。この光量に合わせた理由が水面近くにアヌビアスを植えているからです。
あまり光の強さが強いと水面付近のアヌビアスが葉焼けを起こしたり黒ひげ苔だらけになってしまうので、光を弱めに調光しました。そのおかげもあってか、1年後このエリアのアヌビアスコインリーフたちは元気に葉っぱを展開して枯れずに、そして綺麗に維持できています。実際水槽全体を見ても他の有形層水槽に比べて圧倒的に暗いですが、水深20センチくらいの場所でもしっかりとアヌビアスやブセファランドラたちは育ってくれていました。以前この水槽にザリガニの赤ちゃんを入れたことがあって、ブセファランドラクダカンとミクロソリウムナローリーフをがっつり食われてしまった経験がありました。今から4ヶ月くらい前の話です。それから新芽がしっかりと生えてきて、今では復活しつつあります。一時期茎だけになってしまった草たちは今元気に育ってくれてます。その中でも一番の成長はヤマサキカズラでしょうね。この水槽の一番目立つ植物でもあります。本当に強い草です。放っておいたら根っこが60センチ水槽すべてを飲み込んでしまうくらいの成長具合です。水の浄化作用としては十分すぎるほどのパワーを持ってます。最初はほんの少しのヤマサキカズラでしたが、1年経ってそれは大きく成長しました。この水槽は60センチ水槽なんですが、90センチ水槽用のスタンドを使ってます。30センチ余らせて使ってる分、そこに植物をぶら下げたり、メンテナンスツールをぶら下げて遊んでます。ここにヤマサキカズラをぐるぐる巻きにして育ててみました。これの自然感がめっちゃ好きで、今もなお成長し続けて、ついには隣の水槽のスタンドにまで伸びてしまいました。この一体感がめちゃくちゃ好きで、なかなかトリミングに踏み切れないでいます。これはしばらくこのまま放置したいと思っています。スタンドにライトを巻き付けているのはインテリアのためです。間接照明的な役割になってます。ウィークアクアの T12 チューブというものを使ってます。これは7色の LED ライトを搭載していて、調光もできるので、太陽光に疑似的に似せることができたり、寒色系に調整したり、青とか赤強めに調整したりとか、かなり自由度の高いライトなんで、部屋とかインテリアを好きな雰囲気の色合いに調整することができます。水中で使える水槽用のライトなんですけど、こういった間接照明的な役割で使ってます。この壁にはそのうち美隠しだとか、そういった観葉植物を吊るしたいなと考えています。生態は主にヤマトヌマエビが 3,4 匹と、川で拾ってきたビーシュリンプを数匹入れている程度です。餌をあげた時にしか顔を出さないので、一体どこに潜んでいるのかわからない状態です。餌は週に 1,2 回程度しかあげてません。動物性の餌は水を汚すので、植物性のものしかあげてません。ほうれん草を元に作られた餌とか、海藻を元に作られた餌を与えています。そんなに一生懸命育ててるわけではないといった感じです。なのでめちゃくちゃ繁殖をするわけでもなく、思いっきり減ることもないといった感じです。水質維持の補助として立ち上げ時からオゾン発生器を使ってます。オゾン発生器は紫外線殺菌灯のような苔の発生や病原菌に効果があります。ですが紫外線殺菌灯ほど強いものではありません。良いバクテリアの繁殖を残しながらゆっくりと効いていくイメージです。苔の増殖も抑える効果があります。ですがすでに生えている苔を枯らす効果はありません。苔取り生態の力を借りながら少しずつ水をきれいにしていくという効果があります。つまりエビなどのデリケートな生態に影響なく効果を得られるといったものになってます。設定が変えられるので小型水槽でも60センチ水槽でも使うことができます。オゾン発生器のブレードはこの1年間のうちに劣化したので1回だけ交換しました。液肥や追肥はしておらず足し水だけで管理してます。最近はガラスの蓋もしっかりと閉めているので水の蒸発も少し減りました。3日に1回くらいの足し水頻度かなと思っています。水道水を直接シャワーで足しています。水質はこんな感じですね。GH が4、KH が2くらいです。
わりかし軟水寄りですね。pH は 6.2 程度です。弱酸性ですね。水温は年間を通してエアコン管理をしています。今は冬場で外の気温が10度を下回る日が続いていますが、部屋の温度は22から26度くらいを維持してます。水温は21度から25度くらいで年間推移しています。25度になることはほとんどなく、大体が22度から24度の間です。このぐらいの水温ですと苔が生えづらくなるのでおすすめです。今は冬なのでエアコンの設定は暖房20度にしています。夏場は冷房では冷えすぎてしまうのでドライ25度で維持しました。こんな感じで1年間管理してきました。特に何もしてません。ガラス面の苔掃除を 3,4 回掃除したのと、低床の掃除を半年前に1回軽くした程度ですね。結局液肥も添加してません。正しく言うと1週間だけカリウムの添加をしたり、総合栄養液肥を添加したことがあったんですが、速攻で苔が増えたのでやめました。ソイルの栄養で十分な気がしてます。陰性水草をガンガン育ててたくさん株分けして販売するとか、ファームとして成長効率を求めるなら液肥を添加してもいいと思います。香料設定ももう少しだけ高めで管理してもいいと思います。ですが私は長期間あまり水系が変わらない状態で維持して、できるだけ楽をして絵画のように水槽をインテリアの一つとして楽しむことを目的としているので、あまり育成効率は求めません。増えたら増えたでラッキーくらいな感じで楽しんでます。成長効率を求めていろいろやるのも楽しみの一つなので否定することは一切ありませんが、私はあまり手間をかけたくないのでこういった方法をとってます。逆に言えばこれだけいろんな条件を抑えて管理することで末永く水草水槽を楽しめるというわけですね。こんな育成条件ですが、12ヶ月もすれば水草もだいぶ伸びてきます。今日はこれをトリミングして株分けしたいと思います。株分けすればまたこれを元に水草を増やせるので、他の水槽のレイアウトに使えるようになります。水槽が増えすぎちゃって困る未来がちらっと見えましたが、さあ水槽を増やすために陰性水草の株分けをやっていきましょう。ブセファランドラやアヌビアスは種類によって形や色が異なります。特にブセファランドラの色合いは様々で、緑の鮮やかなもの、黒い葉っぱにキラリと光る点が散らばっていてラメがあるもの、赤っぽくピンク色に光るもの、黄色っぽいもの、白っぽいもの、これはただの葉焼けなんですが、こういったように様々な色を持つ水草です。知れば知るほど沼みが深い草です。安いものでも1株1000円から2000円はします。高いものだと5万円とかしちゃいますね。なのでトリミングして捨てちゃうにはもったいない水草です。ブセファランドラは株分けをしてどんどん増やしていきます。成長して伸びてきたら株分けをして倍に増やしていくと、どんどん持ち株が増えていっていろんな水草レイアウトに使えるようになります。ブセファランドラのトリミングは少し勇気がいりますね。失敗したら芋から腐ってダメージを受けてしまうのではないかと気になりますよね。ですが大丈夫です。ブセファランドラはそこまで弱くありません。葉っぱを 2,3 枚残して芋をカットしていけばいいようです。根は残しておくといいですね。この根を残しておくのが結構ポイントだと思ってます。ブセファランドラは成長が遅い水草とはいえ、根から栄養を吸収することで一気に成長したりします。根を残しておくだけで株分けした時にすぐに栄養を土から吸ってくれるので、しっかりと育ってくれます。残った株は一瞬成長が落ち込むようです。ですがそのうち元通りになります。なのである程度大きく育った株からトリミングをした方がいいです。大量にあるうちのちょこっとだけ拝借しても大して親株に大きな影響はありません。
水面付近に飛び出しているのはアヌビアス7コインリーフです。もともと水面付近に植えた株で、水面を飛び出てからはガラスの蓋をしてました。蓋をすることで湿度が保たれて乾燥を防げます。水面を飛び出る量が増えてきたので、今回はアヌビアスコインリーフも株分けしました。株分けできた水草はこちらです。トリミングした後、同じ水槽で保存しておきました。私はよくトリミングした水草を入れるのに果物が入っていたケースを使います。さあ、トリミングした水草をちょっと紹介しますね。こちらはアヌビアス7コインリーフです。葉っぱがコインのように丸いのが特徴です。割と背丈は高くなって1年で5センチくらい伸びました。アヌビアス7コインリーフは水槽の中で一番浅い場所で育ったものです。根っこは栄養を求めてぐんぐん伸びて、長さが10センチほど育ちました。ソイルまでは届かなかったものの、栄養は十分に吸収し、しっかりと成長しているように見えます。目立った苔もなく、光量設定も良かったかなと思います。次はアヌビアス7ランケオラータです。これは縦長に育つアヌビアス7です。茎が長く、葉っぱが少し細いのが特徴です。茎の長さは15センチくらいありますね。アヌビアス7の中でも割と後茎草として使えるようなフォルムです。次はアヌビアス7バリエガータです。白い斑が入っています。採取したのはこれだけでした。次はブセファランドラです。一番の高級品でもあり、名前がしっかり分かっているものです。ブセファランドラクダーカンです。ウェーブが少しかかった茶色から紫っぽい間の色合いのブセファランドラです。独特の美しさがありますね。全部で6株採取できました。根っこも立派に伸びています。次は名前のわからないブセファランドラ SP 何かパープルです。これは今回採取したブセファランドラの中でも管ガンに一番近い色合いのブセファランドラです。とても綺麗な色をしてますね。こちらもブセファランドラです。ブセファランドラ SP 何かグリーンウェイビーです。緑色の葉っぱで少し細葉のウェーブがかかっているのが特徴です。この種類は増えるのがとても早いです。かなりの量が取れました。次は背の低い小さなブセファランドラです。葉っぱはややウェーブがかかってます。上に伸びていくというより、匍匐して小さな葉っぱを展開していくような感じのブセファランドラです。ブセファランドラ SP 何かウェイビーミニと名付けておきます。あとは雑品ですね。名前をつけるほどもない何かです。おまけでプレモスが取れました。これは今回使ったモビロンバンドですね。1年使いましたが、ブチブチ切れます。ワイヤーなどで固定する良さもありますが、やっぱり後からこうやって水草を取れやすいようにしておくとトリミングも楽ですね。もしこれをワイヤーで固定していたり、接着剤取り付けてしまっていたら、トリミングをしても根っこが引っかかってたり、芋が引っかかって取れなかったり、トリミングに苦労したと思います。モビロンバンドは切れて小さなかけらになると魚が食べてしまうという危険性もあると思いますので、ある程度劣化した頃に取り除くことが大事だと思います。使い方に注意すれば巻きつけるときは楽だし、撤収も楽なのでおすすめです。同じような製品で溶ける糸である ADA のモスコットンみたいな商品もあります。ですがこれはヤマトヌーマエビにすぐに切られてしまった経験しかありません。活着前に糸が切れちゃうことがしばしばありました。現在は使えるところはモビロンバンドを対応してます。さて、今回は12ヶ月間陰性水草水槽を維持してきました。水替えはせず足し水だけで管理することで、ほとんど放置で水草の成長を楽しめました。今この水槽はビーシュリンプとヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビだけが住んでいます。この水槽に合う魚は何でしょうね。テトラ系を入れるとチエビが割と食べられてしまうので、あまりチエビを食べない魚がいいですね。何かいいアイデアはありますか？
水草はとても綺麗に育ってこれだけの採取ができました。この水草をどうしようかなと考えてます。30センチ水槽で陰性水草を立ち上げられるくらいの量はありますね。今回この60センチの陰性水草水槽は12ヶ月でだいぶ成長しました。そして初めてのトリミングをしていきました。今回は他の水草の成長を妨げそうな部分だけトリミングをしました。これでだいぶ水の流れや光の当たり方が変わったんじゃないかなと思います。今まで育ちにくかった部分にも光が当たるようになったので、これからも成長が期待できますね。この水槽はまだまだ長期維持していきます。今回はここまでですが、また見てやってください。